早速いっちゃいます。ぜひ詳しく教えてください。お願いします。一応ペトロナストムス SC430 のレプリカを作りました。僕たちが昔よく劇 G で見てたスーパー GT の GT500 ですよね、これ。 GT500 のトムスの車両、まあ元のボディが違うんで、まあそうですね。測ると10センチは違うんですよ、高さが。高さが。本物は市販車のモノコックを使ってないんで。もうそうですよね。あの時代とかはもうフレーム使ってないですよね。はい、だからちょっと市販車で似せられるところは似せて、妥協するところは妥協して、でもパッと見て雰囲気をいやでもだいぶ妥協してないんじゃないかなと思うんですけど、これどうでしょう。なんかボディキット的にはこんな GT キット売ってるんですか。こんなに出てる。売ってないんで、ほぼ全部ワンオフです。全部ワンオフですか。これもうエアロパーツ系は全ワンオフ。これベースはよく SC って言われるんですけど、これはソアラです。40ソアラ。当時まだ SC430 がちょっと値段が高くて僕買えなかったので、もう10年以上所有してるんですけど、当時まだ高くて買えなかったのでソアラにしました。で全部カスタム代に当てようと。だいぶソアラとその時は SC も値段違ったんですか。100万円ぐらいは違います。結構違いますね。でも外装とかヘッドライトを変えれば実はほとんど中身は一緒にできるみたいなのもありますし、でもなんかミッションが違うんでしたっけ。ミッションがSC だと6速になってます。じゃあこっちは5速。5速です。なるほどなるほど。すごいな。これまずフロントからいかついんですけど、このフロントバンパーですらワンオフなんですか。バンパーは一応既製品使ってて、お世話になっているアーティシャンスピリッツさんのフロントバンパーで、フロントリップスポイラーのこのカーボンもアーティシャンスピリッツさんの、リップはもうそのまま売ってるものそのままつけてます。なるほど。バンパーは開口部はちょっと埋めて本物の GT カーっぽくしてるんですけど、ここの口のね開口部のところですよね。この辺とか本当はダクトになってます。このダクトなんだ。本当はダクトになってます。なるほど。でもほとんど分かんないですね。もうちょっと口周りが黒いかなって思うぐらいでほとんど変わらない。あともうグリルとかはほぼ一緒。グリルは純正ですね。ちょっと汚かったんで最近塗ってきました。なるほど。でヘッドライトとかはこれソアラ純正ですね。ちょっと微妙に形が違くて SC だと。プロジェクターもうちょっとこの大きい感じで入ってますね。ライトの形も多分違うんですよ。違うんですか。バンパーとかつかなくなっちゃうんで、フロント周り多分一式変えないといけなくなるんで。なるほど。ここはソアラのまんまですね。ちょっと違うんですね、この切り口が。あとボンネットはこのピンが3点式のちょっと GT カーっぽいんですけど、これダミーです。これダミーなんですか。ダミーです。純正ボンネットで。なるほど。何もしてないです。どちらかというと外装重視で。そうですね。雰囲気重視で。でも多分困ったというかいろいろ大変そうなのはこの辺ですか、やっぱり。でもね、全然ハンドルも全切りできますし。フロントは特に車高もこのフェンダー作るときに結構上げたんで、インナーも何にもしてないです。なんかそんな別にバッキバキに切ってるわけじゃないですね。フロントは何もしてないですね。フェンダー自体はもうこれ FRP で作ってるんですか。これ鉄板で作ってます。これ鉄板なんですか。これ FRP よりも鉄板の方がやっぱ長持ちすると思って、もう作って6年経つんですけど全然傷みはほぼなく作った時のまんま。そうですね。やっぱりFRP にするとこういうエッジからまた割れたりしてね、全部この辺がバキバキになっちゃうんで、すげえここのサイドエッジの作りとかすごいですね、これ。そうですね。このとんがってるのが当時のローダウンフォース仕様の富士スピードウェイの時のエアロ形状なんですよ。ちょっと違うんですね、この辺も。そう、ちょっと違くて、ダウンフォースがいるサーキットだとここがこうちゃんと四角い箱になってるんですけど、なるほどなるほど。富士スピードウェイの時だけこういう抜けやすいようにフィン形状になってるんで、富士仕様にしてます。この辺もマニアックな人は見たらあってなるんですね。多分言わないと誰も気づかないですじゃあちゃんとここは前まで抜けてるし、見えるように、この辺はもう全部なるべく本物に近い形。この辺もなんかボディとちゃんと点付けしてる跡があったりとかあとミラーがクラフトスクエアになってたり。クラフトスクエア、そうですね。ドアに穴開けて、これは GT500 のトムスの車両についてた本物を譲ってもらって、スープラか SC についてた本物です。なんかちょっと違うのかな。でも基本はクラフトスクエアのものと形は同じだと思うんですけど、一緒かもしれないですけど、飛び石の跡が明らかにGT マシンから受けたんだろうかなっていう。そう、同じものだとしても一応本物がついてるっていうのはいや、いいですね。サイドステップとかもだいぶエアロと一緒に鉄板で作ってもらって。すごいですね。この辺も鉄板じゃないとどんどん割れていっちゃいますから。そうですね。子供とか乗っても全然平気。フェンダーの上とか座っても全くビクともしないんで。すごいですね。これちょっと叩いていいですか。これ全然どうぞ。本当だ、もう鉄板だ。強度は抜群ですね。確かにここら辺もこだわり、圧倒的に鉄板の方が高いですからね、やっぱり。ちょっと長く乗りたかったんで。そうですね。だってこれ作られてもう何年ぐらいなんですか。ちょうど6年ちょっとぐらい、6年経って何もひび割れしてないですよね。全然傷まないですね。すごい。あとこの
フェンダーのアーチの部分とかもこれ相当大変そうというか、リアフェンダーは正直、はい、できるのかなっていう、板金屋さんも相当頑張ってくれて、上の形状とかはかなり 3D なんで、いやそうですよね、頑張って作ってくれたなとこれ元のベースのね測定もしてないのにこれ再現するのって相当難しいですよねこれ。フロントから先作ってもらったんですけど、はい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 、リアフェンダー取り掛かって、できるのかなっていう、大丈夫かなってすごい心配だったんですけどこれもうここら辺から全部広がってるんですもんね。あ、そうです、そうですよね、ここから全部広がってて、元フェンダーはもうここ、そうですね、ドア開けてもらうとちょっと分かりやすいんですけど、はい、この辺で多分綺麗に塗られてて、この辺でつながってる感じ。本当だ、だからこの分がここか、この辺から出てる、その辺から広がってるんですね。すごいなこれ。ここまでやるともう降りれないですね降りれないですね。板金も1年半ぐらいかかったんで、そりゃかかりますよね。これだけ出そうとしていろいろと修正も加われると時間かかってもいいからなるべく綺麗に似せてくれっていうオーダーであとここもねここの自然なこう鉄板で多分溶接してやってると思うんですけど、で後ろから見た時これサイズいくつになってるんですかこれ。これは車検証上だと209センチって書いてあるんで、だいぶ純正よりはだいぶワイドに。このウイングでも車検が通っちゃうんですね、の幅的には。そうですね、すごいな。で公認者取れましたね。すごいですね。いや逆にこれで取れるんだったら結構頑張ればちゃんと通せるんだなと思うぐらい。作った板金屋さんもびっくりしてました、ね、私もびっくりしました。毎回だから陸自で車検通してるのすごい安くて、いやすごいですね。だからまあ普通にユーザー車検でもいけちゃうよ。全然ユーザーとかで。すごい。だからこんなにいかついボルテックスのね GT ウィンがついててもスワンネックがついてても全然大丈夫だという。これ何セン1800とかですか。そうですね、1800ぐらいですね。いかつで、あとやっぱホイールじゃないですか。ホイールが前後、はい、センターロックが、センターロック、はい、これって昔売ってたんでしたっけ。これはかなり昔に、これインパルなんですよ。インパルの M20 っていう珍しいセンターロックと一応5欠が出てたんですけど、それのセンターロックの最大サイズ四輪 10J なんですけど、多分 33GT 用に当時売られてたものなんですけど、10年以上前から見つけてこの仕様のために温めておいたみたいな。これ絶対もうどこにもないんですか。なかなか出てこないですね。たまに見かけますけど、やっぱ 10J が出てこないですね。みんなこの時だと9班とか 9J とかだったんですかね。 10J もプラス20かな、オフセットは確かそれしかないんですけど、これ以降いかついし、キャリパーがソアラならぬエンドレスの、これなんかパルファムのロゴになってるんですけど、ものはエンドレスですね。そうですね、エンドレスのもともとアリストに使ってたキャリパーで、足回りアリストとか110のマーク2とか一緒なんですよ。へえ。だから流用で。なるほど。じゃあそれが後ろも入ってる感じなんですね。後ろもそうですね。後ろも入ってて、後ろはなんかもうブレーキ遠すぎて分かんないですねこれ。どこまで。皆さんがよく笑うスペーサーがついてます。やばいですね。センターロックのまんま行きたかったんでフェンダー出した分 TD メンドの100ミリスペーサーを界隈だと TD メとかだって出してるんですねやっぱり。そうですね。でハブリングもついてて、すごい。だってもうこんだけ出してもまだ余裕ですもんね。そうですね。もうちょっとしたホイール買えるぐらいの値段でしたけど。ですよね。でそこにもうフェンダーとかアーチ上げ、多分相当頑張ってもう。そうですね。これ以上やるとちょっとだいぶ中作んないといけないんで、そうですね、当時の予算的にはもうこれが限界だったかなっていう。はいはいはい。なるほど。でもここ給油口こっからなんで普通のあれだと入れづらいじゃないですかこれ。ちょっと入れられるスタンドは限られますねノズルによっては入んないですよ。そうですよね。なんかアングル的にすごい入れづらそうだなっていう。そうなんですよ。すげえな。これはまたこだわりがすごい。あと屋根もちゃんとメッキのだいぶちょっと傷んじゃったんですけど、やり立てはすごい綺麗だったんですけど、全部本物がメッキなんで、リアガラスも殺して外からメッキのラッピングを貼ってます。かっこいい。あとこれ結構色も色あせてると言いつつもまだ似てますよね。この同じ品番でやってくれたって言ってたんで、当時の車両と同じものが貼られてると信じてますなるほどなるほど。でこの僕かっこいいなと思ったのはこのちょっとバンパーカットしてるんですかねこれ。バンパーカットしてます。でスペアタイヤがもともとこうなんか膨らんでるんですけど、そこは全部フラットに。これフェンダーやる前に1回作ってた時に作ってもらって平らにしてバンパーカットして、ゆくゆくちょっと大型のディフューザーつけたいなといいですね思ってやる気が出ないで進んでないんですけどマフラーがめちゃくちゃ見えるんでかっこいいなと思って。そうです。マフラーあそこで終わりにしてるのも大型のディフューザーを入れる予定で、ちょっと本物はサイド出しなんでそこまでやるつもりはないんで。いやサイド出しは結構金かかりますからね。
フロアから通さないと多分こういう車無理だと思う。車検的にもちょっと厳しくなっちゃうんで、すげえ。でもあれなんか今の FDJ みたいな車のマフラーみたいな感じなんで、はいはい、かっこいい。あとこのテールも違うんですか？ちょっとテールは、SC 純正ですね。あ、これは SC なんですね、はい、あれだとなんかオレンジなんですね、ちょっと。そうなんですよ。かっこいい。でもなんか今見てもあんまり古い車な感じしないですよね、後ろから見ると。そうですね。でもこの当時どうなんだろう、 SC って GT 結構走ってましたよね。走ってました。2006年から13年まで SC430、ですよね。その間あんまりトヨタでスポーツカーが出なかったのか結構長かったイメージなんですよね、スープラからの次。確かにそうですね。この車自体、ソアラ含めてあんまり走ってないんで、そうですね、ほとんど見かけないですね。売られた当時ですらあんまり見なかったかな。そうですね。で2006年とかだとどうだろう、他の車だとやっぱり GTR がやっぱすぐパッと出たじゃないですか、2007年に。そうですね。そこら辺の時代ですもんね。中身もセルシオなんで、もうスポーツカーではないですから。なるほど。車内も狭いんで買われる層は結構限られちゃったのかなって。まあ結構お金ある VIP な人が買ってたのかなってイメージですが、中はだいぶ確かに言われてみるとメーター類もちょっとソアラっぽいような感じもあり、内装はもともとこだわってエクリュのすごい綺麗なものを探してきたんですけど、本物をやるにつれて中もちょっとずつやりたくなって、いやこれはやりたくなりますね。結局黒になっちゃいましたね。エクリュは全部捨てちゃいました。あ、捨てちゃったんですか？捨てました、全部リアシートとかも全部捨てて。本当だ。これ一応リアはもう2名乗車で公認取ってあるんで、本当に後ろ乗れるんですね。ちょっとものすごい狭いですけど一応乗れます。車検証上は4人ですね。まあでも乗れないようなもんですね。もう乗れないですね。荷物大きいですね。ハンドルが本当にフォーミュラみたいな。ハンドル純正ですね。純正純正のハンドルがついてます。スーパーフォーミュラーの純正です。かなりレアだと思います。こんな売ってるんですね。回り回ってやってきましたもう僕は手放さないですけど。オスボタンとかいろいろあるんですね、この辺。そうですね。もう本物なんでそのまま当時使われてたフォーミュラ日本からスーパーフォーミュラーに変わった時の、まだすごい甲高い音がした頃の車両についてた本物のステアリングをちょっと自分で市販車のボスに合うように加工してつけたんですけど、これこのまま面白いことに車検もいけます。あ、これいけちゃうんですか？これいけます、いけます。すげえ。このグリップだけでも大丈夫なんですね。関係ないですね。全然大丈夫です。とんがったりしなければ。でこれクイックリリースになってる感じ。そうですね。簡単にこれ脱着ができます。じゃあちょっと座ってもらっていいですか、これ。はい、ぜひちょっと軽くエンジンかけてもらって。結構迫力ある音するんですね、これも。ちょっと排圧が低いんで。確かに。これ何リッターでしたっけ？4.3 です。で V8 ですもんね、これは。 V8 です。ちょっとだけ空吹かしてもらっていいですか？なるほど。VIP セダンの音ですね。はい、若干なるほど。まさにそういう音になっちゃうんだ。セルシオですね。なるほどね。だって GT のやつとかってエンジン全然違いますね。あれ直4でしたっけ、あの時代からもう。スープラは直4なんですけど、直4なんですか。 SC は6年から8年はこの市販のエンジン、これ同じの使ってます。あ、そうなんだ。どうしたらああいう音出るんですかね。いやー、あれ乗せたいですけど。駅マニなんですかね、あれはね。1UZ でしたっけ、何でしたっけこれに3UZ。 3UZ なんであんな音なるんだ。バーンっていう。スープラの2003年のスープラからこの、当時のセルシオとかソアラのエンジンを使って GT は戦ってるんで、どうにかすると当時の爆音は出るはずなんですけど、2003年の時とかはこれを 5.2 リッターまでボアアップして、僕も実物サーキットで見に行ったんですけど、ものすごい爆音で3日ぐらい耳鳴りがするような爆音だったんで、基本エンジンは何とかすればあの音出せるんですね。ちょっとエンジンルーム最後見せてもらっていいですか、これ軽く。はい、何にもやってないですけど。いえ、全然大丈夫です。言ってもセルシオなんで。ちょっとカバーを家に置き忘れてきちゃったんでカバーついてないですけど、本当はここにカバーがあって。でもなんか最近このエンジンもドリ車で結構使われたりしてますよね。そうですね、市場的には需要はありますよね。吸気しかやってないです。別に飛ばす車でもないし、まあこれは見た目、もう見た目だけですね。僕のただのおもちゃなんで、別にスピードは出なくてもいいかなって。いいと思います。これ足回りは車庫調ですね。車庫調になってるんですね。はい。これどこの入ってるんですか？これはファイナルコネクションの車庫調にどっかの安い30キロ台のバネを前後入れて。やっぱレートそんだけ上がってるんですね。レートは一応上げてます。もともと結構車庫端で乗ってたんで、だいぶちょっと当たりたくないな。当たりたくはないですよね。なるほど。じゃあちょっとぜひ
一周30キロの足どんな感じかちょっと見せてください。乗り味はつまんない車ですけど、いや見た目だけなんで本当に、いやぜひお願いします。そう乗った感じはスポーツカーじゃないんで。あ、本当ですか。なんか目線はめちゃくちゃスポーツカーなんですけどね。全然ね、別に走ったらね、楽しい車ではないんですよ。あ、そうなんですか。遅いし、あ、遅い。何せ遅いし、まずオートマですからね皆さんマニュアルと勘違いされるんですけど、確かにこれマニュアル乾燥できたら最高ですね。どうせやるならパドルシフトにしたいんで、マニュアルの世界を何度も考えたんですけど、どうせやるならパドルにしたいから。金額もどんどんやばい金額になりますからね。そうなんですよね。でも基本何もすらないのはやっぱ快適っすね。そう、ほとんどすることはまずないですね。一番低いところはマフラーになってるんで、たまに当たるぐらいで、マフラーがちょっとシャリンってなる。そうですね。そんなに車高は低くしてないですね。まあでもそっか、あの GT の V8 どうやったらあの音鳴るんだろうと思うぐらいエンジン中身エンジン中身もあるけど、全然違うでしょうね。ケースだけなのか何なのか。まあでもね、エンジンの型式は一応同じだっていうところを当時、考えると、スープラがやっぱ 3S 積んでた頃に、ちょっとやっぱり戦い的に厳しくなってきて、セルシオのこの大排気量が出たタイミングでこっちをベースに使った方が有利に戦えるってことで、こっちのエンジンをねベースに。まあでもこのエンジンも相当耐久性はあるって言いますもんね。そうですよね。だいぶあると思いますよ。だいぶ。これ距離どれぐらいなんですか今は12万キロになりましたね。じゃあもう鳴らし終わったぐらいですよね。余裕。そうですね。全然トラブルフリーで、メンテナンスにはもうほとんどお金はかからないですね。はいはい。まあでも足もやっぱどうだろう、まあ、30キロぐらい入れてもそんなにバッキバキではないですね。柔らかいですよ。特にちょっとリアのスペーサーに負担をかけたくないんで、あ、確かにそれもちょっとね柔らかめにしてます、わざと。10センチですからね。減衰とかはちょっと柔らかめにしてます、ビビって。いや、これぐらいがいい気がします。本当はガチガチな乗り味が好きなんですけど、ちょっとあそこが万が一折れたりされると困るんで、笑えなくなっちゃう。いろいろニュース出ちゃうと思う。いや、ニュースなりますね、これは。そうなんですよね。だからちょっとそこに負担をかけないようなセッティングにしてます。なるほど。これでじゃあサーキット行こうとかって話にはやっぱなかなか全然なんないですね。こんな遅い車で走っても面白くないんで。でもパワーは280ぐらいですか全然カタログ値的には。どうなんですかね、見たこともないですけどそんなないんじゃないですかこれ。まあ、車重もそこそこありますもんね。言って重たいもですよこの車は。車重どうだろう、1600、700ぐらいですか。もっとありそうですけどね、オープンカーだし。これ以上なんか快適で速くしたいってなったら LC をベースになんか本当ちょっとだけワイドにして遊ぶぐらいじゃないとなかなかきついですよね。そうですね。まあ GT カーにこだわりを持つのであれば NSX とかの方がまだやりやすい。まあやってる人からするとそんなことねえよって言われそうですけどまあ、結局はいろいろやり直し必要だもしれないですけど、ソアラとか SC の頃の時代の GT カーを再現する人がいないっていうのはそういう理由だと思います。まずとんでもなくやりづらいし、やったところで似るのかもわからないし、やるとしても JGTC 時代のもう本当 N1 仕様ぐらい、似せるんであればそっちの方が似るとは思うんですよね。 32GTR とか、33でもまあ33は結構やりづらいかもしれないですけど、その頃の方がまあレプリカ車両としては台数は多いかなって。かなりやりやすそうではありますね。なかなか増えないんですよね、スーパー GT でやってくれる人が。まあ、スーパー GT 自体もモノコックが全然違う車ばっかりですもんね。だって純正の車の半分ぐらいの厚みじゃないですか。もうそうなんですよ。これもやっぱドアノブで本物と位置触るとやっぱり最初言った通り10センチぐらい違うんですよね。ああ、そうですよね。だからその10センチを埋められないんですよね、市販のボディだと。どうしても上回すと結構いい音鳴るんですね、ちゃんと。そうなんですよ。後でトンネルで回しますけど、上回せばね、まあまあいい音はするんですけど、結構クオーンって感じの。そうなんですよ。何せ遅いんで遅い全然スピード出ないんで。なんなら GT カーのなんか中古買ってきた方が安いんじゃないかと思うぐらい。本当ですよね。はい。これやる時も、他の86とか86で GT300 の違う車両を作ろうかなとかいろいろ候補はあったんですけど、僕どうしてもペトロナス SC が好きだったんで、これはカラーリングとかですか。カラーリングと、まあ、当時乗ってたドライバーといろいろ含めて好きだったんで。あれこの時ってアンドレ・ロッテラでしたっけ。あ、そうです。あと北川純一さん乗ってて、これロッテラサインしてくれたんですよ、この車に。もうちょっと消えちゃったんですけど、当
当時のねドライバーからもらったそうですね、向こうから来てくれましたね。自分が乗ってたね GT 車両を丸々真似してくれる人なんてめちゃくちゃ嬉しいでしょうね。そうですね、すごいびっくりして本人も写真撮ってましたけど、なかなかいないですよね。増えてほしいですけどね。今からでもまず綺麗なソアラ自体があんまなさそうっていうところから始まりそうですけど、個体はもう安いんでね、やろうと思えばできるとは思うんですけど、僕が当時ウイングやった時とかもやっぱりまだつけてる人がいなくて、中古のトランク1枚送って裏側とかも作ってもらったんですけど、あのサイズだと本当へこんじゃいますもんね。そうなんですよね。でなるべく本物がかなり後ろについてるんで、なるべく後ろにつけたいっていう要望でトランクの限界まで後ろで取り付けをするような形で作っていただいて、乗り味はなんか目線は結構スポーツカーぐらい低いんですけど、意外にマイルドで、そうなんですよ、乗り心地もいいし、 SC って言ってもやっぱグランドツーリング的なね感じですもんね。そうなんですよ、全然スポーツカーじゃないし、お金持ちのおじさんが優雅に乗る車だったのかなって、昔のソアラとかとはまたちょっと方向性が変わったような感じしますよね。そうなんですよ、多分真のソアラ好きからするとこれ邪道な車だと思うんですけど、そうですね、まあだからこれが LC になっていい方向性に行ったかなっていう、プレミアム V8 5リッターみたいな、かっこいいですよね LC、まあ、かっこいいっすよね、あれはかっこいいですね、欲しい車ですねあれは。ただ LC でね GT 車両にした人はまあいないと思うんですけど、あれも多分普通の車より10センチ15センチぐらい低いじゃないですか。ですね。あとホイールのアーチと今の GT カーの形的にあれをかなりやったとしても似ないだろうなって、この時代より似せるのはさらに難しいだろうなって。結構純正で分厚さありますからね、やっぱ安全、衝突安全とかのおかげでフェンダーの上が厚すぎるのと、あとホイールも純正でちょっと大きすぎるんで、ですね、似せていくとブレーキを多分まず小さくしないと始まらないんですよね。はい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 。ホイールも本物は18インチなんで大工事すぎて、まだ RCF の方がやりやすいでしょうね。RCF はまだやりやすそうですね。僕も考えたことはあります、 RCF は。あれ RCF ってありましたっけ、出てましたっけ。 GT も出てました。あ、出てたんだ。はい、出てて、多分ただ500のはかなりペラペラになっちゃってるんで、 GT300 クラスの RCF だったらかなり似せられると思うんですけど、お金ある方はもうぜひやってほしいですね。見たいですね。 GT300 の方がまあ現実的に近づけやすいのかな。そうですね。あと IS350 ありましたね、バンドンさんの、あそこの辺はまだ見た目だけだったらやりやすそうかもしれないですね。そうですね。中身は全部パイプフレームでしたけど、あれもエンジンはこの頃のステアリングがついてる頃のスーパーフォーミュラのエンジン。なるほど。じゃあ直4のものすごいいい音します。 V8 ですね。あれ V8 なんですか。はい、すごいいい音しますよ、本物。あれはあれエンジンちょっとねチートですよね、あれは。そうですねトンネルなんで運転席側だけちょっと開けていただいて。わかりました。いいですか。ちゃんと V8。結構いい音鳴るんですね。そうなんですよ。なるほど。ここまで回すと気持ちいいっすね。そうなんですよ。普段走ってる時はねつまんない車なんですけど、ちょっと回せばね、まあ多少は楽しめるかなって。おっしゃる通りスポーツカーっていうよりかは延長線上やっぱエブリカになっちゃうんですね、ここまでは。意外にシフトはうまいな。うまく調整してあげるとオートマでもそれなりの音がマニュアルみたいに。はいはいはい。結構なんかミッションもそんな壊れなさそうな。全然大丈夫ですね。やっぱりね、メンテナンスにお金かかっちゃうと改造できなくなっちゃうんで。そうですね。本当にガチでやりたいんだったらシーケンシャルというかそれは最強ですけど。そうなんですよね。家にね本物の GT500 のフロントディフューザーが転がってるんですけど、もう何年も転がっててなかなかつけられる。いつかつけようと思うんですけどね。本物のやっぱこの当時のトヨタとかレクサスの500のパーツってまず出回らないんで、はい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 。もう1個入手するだけでもすごい大変で、フェンダーも本当は本物を手に入れて型取るかなんかして使おうと思ってたんですけど、もう何年経っても本物が手に入らないんで。なんかよくガレージセール出てきてましたもんね、昔は。そうなんです。300のとか、あとまあ日産だとニスモフェスティバルで出してくれたりするんですけど、トヨタは出ないんですよ。
まあ、たまにいますよね、ニスモスフェスティバルとかでドアを買ってきてそのままドアをそうなんですよ GTR だとそのままつけてる方とかいらっしゃるんで、あれ強烈にかっこいいですねすごいですよね。あれかっこいい。あれもはや本物ですからね。あれはかっこいいですね。まあ、あとやるとしたらロールバーを当時の2007年ぐらいのロールバーってちょっとこの丸みがあった、ね、当時のあれで、あと真ん中にもこのボックス型のバーリングが入ったやつとか、ロールバーの組み方もね GT のその世代によってかなり変わるんで。そうなんですよ。本当はフェンダーやった時に、ロールケージをやる予定だったんですけど、ステッカーの方で実は予算オーバーしてしまってできなかったんですよ。でそれがちょっとね心残りで後でやろうなんて思ったらあとはなかなかできないですよね。そうなんですよね、まあ、やる気も出ないし、確かにもうある程度まで作ったらもうなんかいいやみたいになっちゃって、まあ、なんかあの時代のスーパー GT と最近のスーパー GT、まあ違いますね。あの時はまだ箱車感がちゃんとあったんですけど、今ってもうフォーミュラーというかもうねそっち系になってるじゃないですか。多分足の設計とかも本当そっち寄りになってると思うんで。そうですね、もうほとんどフォーミュラーカー、動きも見てもタイム見てもフォーミュラーカーに近いですよね。そうですよね。昔って本当にまだシーケンシャルの時代で電子制御もあんまりなくて、やっぱり形的には2003年までの形がすごい好きで HSV ですね、ホンダは HSV でしたっけ、もうあの時代から。 HSV がもう走ってます。であとは 35GTR ですね。やっぱりDTM の規定になってから一気に車が変わってエンジン音も小さくなっちゃって、どうしてもやっぱ昔から見てる人からするとその時代までの車の方がどうしても個性もあるし好きだなって。みんなエンジンも違いましたしね。そうですね。もう今だともう今って全車共通でしたっけ。各社やってはいるんですけど、でフレームはもう共通モノコック、ね、共通だし、まあ音がやっぱ昔の甲高い音ではもうないんですよね。みんなやっぱ300もほとんどドロドロ音だし、それが好きな方はすごいたまらないと思うんですけど、みんなドロドロ言ってるんで、500に関してはちょっと、ね、サイレンサーとかもあるし音がかなり静かになっちゃったんで、まあ触媒もねだいぶでかいですからね。そうですね。昔サーキット行った時の心臓が揺れるじゃないですけど、あの感じはやっぱりないんですよね。今見に行ってもあれは排気量の、ね、問題もあるでしょうし、あとやっぱ NA が復活してほしいですね、個人的には。まあターボだとどうしてもちょっとバブリングしてバババババってなりながら行くしかないですからね。そう考えると五感に響く本当にもう腹にくるあの頃のそのやっぱペトロナス SC のなんか別にこのすごい速そうでもないこのエメラルドグリーンと白なのにすごい速く走る姿がローリに焼き付いてるというか、まあ好きな方はいまだに多い車両だと思うんですけど、まあそうですね。ペトロナスのカラーは好きな人多いんじゃないですか。かなり多いですね。だからまあ僕だけじゃなくて当時やっぱりペトロナスカラーの服を着てる人もサーキットにものすごい数いましたし、確かに。とはいえやっぱ SC といえばスゴーでの3ワイドの鉱山のイメージがやっぱりあるんで、あれ何でしたっけ、 ARTA ともう一台 ARTA と高田ドームですね。白ボディなんで宝山も考えたんですけどね。あれもかっこよかったですね。宝山レプリカも考えたんですけど、飽きたら宝山するかもしれないです。換算すると10年以上ペトロナスカラー乗ってるんですよ。すごいっす。さすがに大好きだけど飽きてきたのも一回全部剥がそうかなとか考えてなくはない。また新しいどうだろう、オープンインターフェースとか、いろいろ赤シルバーとかね、あとはまあねいっぱい台数走ったんでいろんなカラーリングがあるんですけど、あとまあ人気なのはゼントですよね。やっぱ赤のゼントセルモとか。ゼントセルモはもう立川が全盛期の時代。そうですね。あれもねちょっとやってみたいななんて思いますけどね。今でもなんか立川ファンって多いじゃないですか。多いですよね。ともかくイケメンっていう本当ですよね。変わらないですよね。そうですよね。かっこよさが。あれ今どこの監督やってるんでしたっけ、あの人。同じくセルモの。セルモやってるんですよ。いいな。そんな人生を送りたかったな。僕も GT こんだけ好きならやっぱりそっちの職業に就けばよかったななんて。やってみたいっすよね。中身チームの人にやっぱ行けばよかったのかななんて。もともとプロになりたくてレースやってなれなかったからこんな車乗ってるんですけど。ああそうなんですね。20歳ぐらいの時はレースずっとやってたんですけど、なれなかったんでなれなかった末路ですねこれは。まあでも本当にレースでなんか踏ん切りつかなくて大借金抱えてっていう人いっぱいいるじゃないですか。僕も大借金とともに辞めましたよ。あ、そうなんですか。レースどれぐらいその時は結構借りたんですか。500は借りましたね。20歳ぐらいで
大変ですよね、20歳の頃の500はでかいっすね。もう今で言ったらねあれかもしれないですけど、もうそこら中から借りてた、返すのすごい大変でしたね。銀行という銀行から借りてたんで、まあその夢を捨てて今は逆にこういうレプリカを乗ってるのも、まあそれはそれで人生ありかなって思うんで、楽しく来世に任せましょうそうですねはい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうです。